こんにちは。お久しぶりです。ちょっと前回の動画から時間が空いてしまって申し訳ないです。今ドイツの天気がとても良くなってきて、春がもう来て、日が伸びて暖かくなってきたりして、ちょっと仕事がだんだん忙しくなってきて、ホーム最終戦の前に2試合あったんですけど、それについての動画が、撮ることができませんでした。その2試合のハイライトは、この動画の最後に、つけとくので、もしよかったら、見てください。第25戦のホームでの最終戦は残念ながら、勝つことができずに本当に悔しい結果で、終わってしまいました。この試合まで自分たちは3連敗していて、なかなかチームでのリズムがつかむことができずに、この試合も前半まですごい競ってとてもタフな試合だったんですけど、後半の3ピリで少し離されてしまってそのままずるずるいかれてしまいました。相手にはプロでプレーしている選手がいて、その選手止めるのがすっごい本当に難しかったですね。ホーム最終戦でもう本当に勝って終わってファンの方たちに今シーズン応援してくれたお礼を言いたかったんですけど、理想の形で、最後ホームでの試合を終えることができなくて、もう本当に落ち込みました。この試合の後自分のプレーはやる気が少し空回りしてしまって状況判断も全然できてなく、無理やりなシュートも打ってしまったり、ちゃんと試合を組み立てることもポイントガードとしてあんまりできませんでした。特に3ピリの相手がすごい、調子ついた時に今どうするべきかとか、ちゃんとコントロールできたら違った結果になってたかなと、思いました。第26戦の今シーズン最後の試合はアウェーで、リーグ1位の PS カーライオンズのセカンドチームと、対戦しました。僕たちのリーグ下から5個までのチームが下の6部に落っこちるんですけど、もしライオンズにこの試合負けたらこの下の降格圏内に入ってしまうかもしれないっていうすごい厳しい状況での試合でした。延長戦の末本当ギリギリでライオンズに勝つことができました。この試合はもうスタメンベンチメンバーもう全員がハッスルして、もう誰一人もう40分間延長戦あったから45分間休むことなく走り続けてリバウンド取ってルーツボール追って、やっぱその結果勝つことができてもう本当に嬉しかったです。もう4連敗してもう最後のこの1勝、しかも1位のライオンズから、勝ち星奪ってもう最高な形でシーズンが終わることができました。順位も7位になって降格圏内には入ることがなく、無事残留になりました。今シーズン僕たちは1位のチームに勝ったり2位のチームに勝ったりしたけど、下の順位のチームに負けたりとかすごい波のあるシーズンだったんですけど、本当に充実したいいシーズンだったと思います。僕自身ポイントガードとしてたくさん失敗したんですけど、もう本当に成長できました。今シーズン始まる前にもうバスケやめようかなとか少し考えてたんですけど、でも今シーズン自分がこうやって上手くなっていく姿を見て、あともう1シーズンもうやろうって自分で決めたので、来年どこでプレーするかはまだわからないんですけど、決まり次第また動画で報告できたらなと思います。なのでまだまだ上手くならなきゃいけないので、前回の試合をしっかり反省して来シーズンにつなげたらなと思います。今シーズン応援してくださった方もう本当にありがとうございました。ではいつも通り前回の試合の反省したプレーを解説していきます。最初のプレーはこのホーンズからちょっと無理やりフローターを打ってしまったプレーです。いやー、無理やり打つ場面じゃなかったですね、フローターを。このオフェンスリバウンド取った後でしっかりホーンズコールしてオーガナイズできたのは良かったんですけど、ロールマンにパス出しましたね。ここそのままロブパスかね、バウンドパスでも簡単に2点取れましたね。僕がちょっと横目でチラッと見たら絶対パス出せましたね。これもうちょっと自分が得点取りたいっていう気持ち強すぎて、もうフローター打とうって決めちゃってたんで、このシーズンこういう感じのプレーがやっぱ多いんでね、僕もう決めちゃうプレーが。ここしっかりフローターここまで完璧なんですけどね、
で、パス出す。それかもしくは、もうここ、もう1、2個ドリブルついて、ゴールまで行って、そのままセンターに合わせのパス。無理でも、この逆サイのディフェンダーが来るんで、コーナーにそのままパス出せますし、サークルアンダーで。ホーンズね、コールして、ここまで行けたのは完璧だったと思います。でもここで、やっぱフローター打つって自分もう決めてたんでね、これ。やっぱここ決めないディフェンスしっかり見て、横目、ちょっちら見すれば、パス出せましたね、これ。もう、今シーズンいつもこんな感じ、僕の反省のプレー。全部これ。しっかり見ないと。ここで。今出せたらもう。これは来シーズンしっかり直したいと思います。次のプレーは、今まで自分のミスを反省して動画に載せてきたんですけど、もうシーズン最後なんで、ちょっと1個くらいは良かったプレーを解説して終わろうと思います。ここで僕がピック要望したんですけど、たまたまね、この相手の小さい選手がこの日30点取ったエースについたんで、そこ見逃すにミスマッチついて、で、そこ起点にして2点取って、これ4ピリの残り2分で同点だったと思います。今シーズンこういうシチュエーションがよくあって、それを僕がうまく組み立てられずに負けた試合がよくあったので、ここピック読んだんですけど、ほんとたまたまこの小さい選手が僕たちのエースについたんで、そこしっかり見逃さずに、そこミスマッチさせて、そこを起点にして、で、この7番の選手もこの日20何点と分かんないんですけど、20点以上取って、で、これ逆転しましたね。やっぱ今までの試合で反省してなかったら、もう絶対にここピック読んで、タイトなジャンプシュート打って終わってました。絶対に。やっぱ今まで僕がオーガナイズする力がなくて、ちょっと負けた試合があったので、やっぱこういう形でできたのは本当に嬉しかったです。やっぱヨーロッパ来て思ったのは、やっぱドリブルとかシュートすごい上手くても、やっぱりポイントガードはもうこういうオーガナイズする力がないともう試合に出れないですね。なんでかというとやっぱ監督の信頼がそれで得られないし、チームメイトの信頼もやっぱあいつとプレーしづらいってなるんで、監督にしてもチームメイトからしても。それがヨーロッパに来て一番僕が学んだことであって、本当今までたくさん失敗してきて悔しい思いしてきたんですけど、今シーズンこの最後の本当勝たなきゃいけない、しかも4ピリの最後の最後の疲れてる状況でしっかりオーガナイズしてそこを起点にして逆転できたっていうのを、もう本当自分が何十点取るよりもうこのワンプレーが本当に嬉しいです。本当に自分の成長を感じれたプレーでした。以上が今回の反省タイムでした。僕の今までの反省もう全部一緒で、この最初のもう無理やりフローター打った場面で相手のディフェンスしっかり見ることでプレーを決めつけない、この2つがね今までの反省もうどれも一緒なんで、これしっかり来シーズン始まる前にしっかり自分で自主練してビデオを見て、直していきたいと思います。今シーズン初めて YouTube をやりながら仕事してバスケをしたっていうシーズンなんですけど、もうこの YouTube を通して応援してくださった方のおかげでもうきつい仕事もバスケも両立して頑張ることができました。もう本当にありがとうございます。これからはもうちょっと人のためになる動画をしっかり企画考えて作っていきたいと思うし、来年どこでプレーするかはまだわからないんですけど、同じチームでプレーするかもしれないし、引き続きこうやって動画を絶対に続けて、上げていこうと思います。もし何かリクエスト等あればもうどんどんコメントで教えてください。もうせっかくドイツにいるので、でシーズンも終わったので、他の国にも行けると思うし、何かどっかのコーチのとこ行ってほしいとか、できるかどうかわからないですけど、もう何でも、もし何かリクエストあればコメントなんで、教えてください。本当今回もご視聴いただいてありがとうございました。今シーズンもう本当に、感謝で気持ちでいっぱいです。では次の動画でお会いしましょう。